こんにちは。レッドです。 NA 車に乗っている君たち、ターボ車に憧れたことはありませんか？タービンで圧縮されて一気に外にね、空気が解放される時のサウンド、たまりません。なので今回はね、私のシルビアにタービンをね、積んでみたいと思います。と言ってもね、いきなり NA 車にターボをつけようっていうのはね、素人の私から言うとね、難しいことなんですよ。そこで今回は NA 車でも簡単にブローオフサウンドを楽しめるための商品をご用意しております。それがこちら。完全にこれ、ノスのパクリだよね。電子音でブローオフのサウンドを鳴らす商品です。いやー、ほら、タービンだよ。結構ね、リアルですね。プラスチックだけど。この本体のね、この中がね、スピーカーとなっています。中身の方はね、配線が4本出ています。赤が電源、黒がアース、そして青と緑がスイッチへの配線です。このスイッチがね、付属で付いています。今ここに付いている配線を抜いて、こう差し替えます。すると、このボタンをね、押した時にサウンドが鳴ります。逆に、こっちに挿してる状態で、押した時は鳴りません。押して離した時にサウンドが鳴るような形です。そして中にね、取り付けのステーとビス類、それとなんかね、付いています。それではレッツスタート。さあ始めました、レッド先生の DIY シリーズ。今回は電子ブローオフサウンドです。果たして満足のいくものができるのでしょうか。まず最初にね、防水加工がね、もう甘すぎるのでね、一度ね、防水処理を行っていきます。これね、こう最初外すとこんな感じで取れて、このようにね、取れます。そしてね、この基板の固定の仕方がね、すごいんですね。タイラップで1本、ただ巻いてるだけなのでグラグラします。ちょっとこれはあんまりかなっていうところです。これでね、基板は一応グラグラしなくなりました。そして防水機能的にね、全然足りていないので、シリコーンシールライト。これでまずね、この部分防水 OK です。スピーカーとこの本体のカバー、この縁につけていきます。そして配線が通ってるこの部分にもしっかりコーキングをしていきます。はみ出してる部分はね、今のうちに取っちゃいましょう。最後にこの裏の部分にもね、コーキングをもう一度しておきましょう。完了です。防水処理も終わったということで、こちらのね、スイッチをまず取り付けていきます。ただアクセル部分に取り付けるときは絶対ね、運転の支障にならないようにしっかりね、取り付けてください。仮にね、取り付けててポロって取れてしまうと非常にね、危ないので絶対動かないっていうね、しっかりした取り付け方をしてください。まずはですね、アクセル部分です。私のアクセルにはペダルカバーがついていて、ペダルから金具がね、飛び出しています。この金具を有効活用します。なのでスイッチ部分をこのプラスチック部分に固定したいと思います。そしてアクセルを一番奥まで踏んだ時にスイッチを押す感じ、ギリギリに設定します。ここにつけましょう。穴の部分に印をつけていきます。アクセル部分のスイッチがつきました。そして先ほどみたいなね、金具がない場合はこの付属のステーがあります。ここの部分をね、今ついてるアクセル部分に穴を開けて折り曲げて押してあげればいいと思います。まあ今回はこいつ使いません。これでアクセル部分に取り付けが完了しました。今これアクセル 100% です。ここからグッてね、押し込むとスイッチが起動します。なので普段の走りにね、何も支障はありません。取り付けができたら本体です。本来であればね、この駅間に近くについているんですけど、プラスチックなので当然溶けてしまいます。なので基本ね、熱が伝わらないエリアに取り付けてあげる必要があります。通常シルビアだったらね、ここの部分がいいかもしれません。ですが私はね、アンサーバックのスピーカーをここにね、取り付けているので、ここは取り付けれません。ここら辺じゃな。そして取り付ける位置が決まったら付属のステーがありますのでね、このステーがここにね、取り付くことができます。そしたらサビ止めでね、鉄の部分をしっかり塗装しててください。固定していきます。
こんな感じにね取り付けることができました。でまずここから出てる配線のね黒のアース短くカットしてどこか近くの金属にねくっつけてあげましょう。クワガタ端子をつけました。これを近くのねこういう場所にね挟み込んじゃいます。もしここでアースが来てない場合はね今車についてる塗料を剥がしてください。これでアースは完了です。そしてこの赤い配線が電源、これはアクセサリー電源から取ります。車のキーをオンにした時にオーディオがつく時とかのね、電源から取ります。あとのこのスイッチはね室内に引っ張るんですけど長さが足りないので一度切ってね配線をつなげたいと思います。今ですね配線をこのように引っ張ってきてギボシ端子で延長しました。プラスもね延長しました。そして配線がごちゃごちゃしてるとあれなのでコルゲートチューブでね一度まとめてあげるとスッキリします。そしてつなげた配線が車内に入って配線がね上の部分から出てきてこの配線を挿しておきます。そして黒い配線を使いましたがね電源ケーブルはできるだけ赤い配線を使うようにしましょう。それの方が分かりやすいです。最後にヒューズをつけてアクセサリーにつければ完成です。そこら辺の作業はスキップ。あとは今つないだ配線がね走行中に支障がないようにタイラップなどでねしっかり固定して動かないようにしてください。 OK。 そして先ほどの配線は、このように通してできるだけね、まとめてすっきりさせました。まずはねエンジンをかけてない状態です。という感じですかね。いきます。すげえな。アクセルをねほんと奥まで押し込まない限りはならないので普段乗ってる時はね全然使わなくていいです。使いたいなーって時にグッて押し込むとそれっぽいですね。いかがだったでしょうか皆さん。今回のアイテムはねはっきり言って邪道アイテムです。今回つけた場所がねラジエーターの前なんで冷却にね支障が出てきます。本来であればねアンサーバッグがついてたスピーカーの部分に取り付けるのがいいんじゃないかなと思います。まあロマンのある商品です。値段もねめっちゃ安いので興味がある方はつけてみるのもいいんじゃないでしょうか。直接聞いたら変な感じはしますけどエンジンルームにつけたらねちょうど音がこもってエンジン音ともちょうどいい感じに中和していい感じの音が鳴ると思います。なかなか面白い商品だよ。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。 Twitter もやってますのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。 Instagram もやってますので下の概要欄に貼っておきます。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。あ、Amazon で買いました。適当に見つけてください。じゃあね。